何ヶ月も動画を投稿しているのに再生回数が100回も超えられない。ショート動画を投稿しても全くおすすめにされない。本当の問題は何だと思いますか？実は皆さんが一つ見落としている部分があります。 YouTube アルゴリズムに一度嫌われてしまったら最後まで見捨てられます。 YouTube を始める9割以上の人が3ヶ月も経たずに挫折していきます。最初は誰もが情熱を持って始めますが、期待した再生回数が出なければ収益化が不可能だと感じ、だんだん興味を失っていきます。しかし YouTube が皆さんの動画をおすすめしない理由は意外とシンプルです。それはこれから話す5つの基本を見逃しているからです。この5つさえ守れば YouTube は皆さんの動画を積極的におすすめするようになります。今回は多くの人が見落とす YouTube 成功の基本原則5つを説明していきます。YouTube をやってみようかなと軽く考える方は、とりあえず動画を投稿しようと思いチャンネルを作って何も考えずに動画をアップロードします。しかし数ヶ月経って再生回数は低いままで登録者は増えません。まだ自分の動画が少ないだけだと考えて投稿頻度を上げて動画を投稿し続けますが、結果は変わりません。 YouTube はただ動画を投稿するだけで伸びるような簡単な世界ではないです。アルゴリズムがこのチャンネルがどんなテーマを扱っているのかを正確に理解して初めておすすめに表示してくれるんです。しかし多くの初心者はこの設定をしないで数ヶ月で諦めてしまいます。特にチャンネルキーワード、チャンネル概要、アップロードデフォルト設定、この3つを無視して始める方が多いです。これらの設定はアルゴリズムが皆さんのチャンネルを認識するために必要な必須要素なので、必ず設定しなければいけません。まずチャンネルキーワードです。 YouTube は巨大な検索エンジンなので、皆さんがどんなコンテンツを発信しているかを正確に入れる必要があります。 YouTube スタジオに入って設定のところを見るとチャンネルっていうメニューが表示されます。ここのキーワードのところに皆さんが発信しているジャンルのキーワードを入れます。例えば副業チャンネルなら副業、フリーランス、会社員副業、 YouTube 収益化といったキーワードを入れるべきです。しかし多くの初心者はここを空欄のままだったり、成功、挑戦のような曖昧な単語を入れたりします。この設定だとアルゴリズムからすれば皆さんのチャンネルをどう分類すればいいか分かりません。次にアップロードのデフォルト設定です。ここの設定を行えば動画を投稿するたびにタイトルや説明文、タグを入力する手間が省けます。基本的なハッシュタグや固定の説明文を設定すれば一貫したキーワードを効率的に入力できます。最後にチャンネルの概要です。特にチャンネルページに表示される最初の 1,2 行目が最も重要です。重要なキーワードを入れつつチャンネルの方向性を具体的に説明することが大事です。この3つを設定するだけでも YouTube は皆さんのチャンネルをちゃんと運用されているチャンネルだと認識してくれます。YouTube を始めると誰もがいろいろ試したくなります。私もそうでした。今日は Vlog、明日は商品レビュー、その次はアプリレビュー、いろいろやってみて反応が良いものを見つければいいだろうと考えて様々なテーマの動画を投稿します。これはアルゴリズムが最も嫌いな行動です。 YouTube は一貫したテーマと明確な視聴者層を持つチャンネルを好みます。アルゴリズムが皆さんのチャンネルを特定のカテゴリーとして認識して初めて似たような動画を見ている視聴者さんにおすすめできるんです。それなのに動画のテーマが毎回変わったらどうなりますか？アルゴリズムは皆さんのチャンネルを特定のカテゴリーに分類できず、視聴者さんにおすすめすることができなくなります。視聴者からしても一度見た動画と次の動画のテーマが全く違えばチャンネル登録する理由がなくなりますよね。この問題を解決するには最初の10本ぐらいの動画は一つのテーマに集中する必要があります。歴史なら歴史関連のコンテンツを10本、モチベーション系ならモチベーション系のコンテンツを10本、神話系のチャンネルなら神話関連の動画を10本。彼らのように一貫したテーマを発信するだけで最短で収益申請に通り広告収益を得ることができます。もし投稿本数が増えたら再生リストを活用してコンテンツを整理することも重要です。 YouTube は視聴者が連続して動画を見るチャンネルを高く評価します。テーマ別に動画をまとめてあげば YouTube はこのチャンネルを体系的に情報を提供していると認識し、おすすめの表示を増やしてくれる可能性が高まります。 YouTube で早く成長するにはアルゴリズムが望むやり方でチャンネルを作る必要があります。視
聴者は動画をクリックする瞬間たった一つのことを考えます。この動画は自分が期待した通りの内容かっていうとこですよね。しかし多くの初心者はこの事実を無視します。サムネとタイトルを見て動画を開いたのに冒頭で関係ない話が始まったり本題に入るまで時間がかかりすぎたりすれば視聴者は数秒で離脱します。そうなると YouTube アルゴリズムはこの動画は視聴維持率が低いと判断しそれ以上お勧めしてくれません。サムネのクリック率はとても大事ですが視聴時間を維持することはさらに重要なことです。世界的に有名な YouTuber ミスタービーストはサムネとタイトルが示した内容よりもさらに過激的なシーンを冒頭に持ってきます。例えば1億円もらえたら無人島で100日間耐えられるかっていうタイトルなら冒頭部分で挑戦者が絶望するシーンをすぐに見せて一気に緊張感を高めます。しかし多くの初心者はそうしません。冒頭で不要な自己紹介したりテレビ番組のようにかっこいい紹介ムービーを動画に入れます。これは決して視聴者を最優先した行動ではないです。 YouTube は5秒以内に動画のハイライトやダイジェストを入れる必要があります。再生回数を10倍に増やす方法っていうタイトルなら冒頭部分ですぐにこの設定一つを変えた瞬間再生回数が爆発的に伸びたっていう強いフックが必要です。成功する YouTuber はサムネイル、タイトル、イントロの関連性を徹底的に合わせます。なので台本を書く前に最初にサムネとタイトルをある程度構成した状態で書き始めます。そうでなければクリック率が上がっても視聴維持率が低くなり結局アルゴリズムのおすすめから外されてしまいます。視聴者が期待した内容を冒頭5秒以内に見せすぐに動画の本題に入ることが YouTube の基本です。多くの人は投稿頻度について質問します。その答えは明確で週1で決まった時間に投稿することです。もし皆さんが YouTube を始めるとしたら週1投稿はできそうですか？おそらく9割以上の人ができそうだと答えます。でも実はここが一番難しいです。 YouTube を始めるほとんどの人は最初はモチベーションが溢れてるので週1投稿はできちゃいます。しかし時間が経つとモチベーションは自然に落ちていきます。さらに予想外の事情が起きてしまって時間的な余裕がなくなると動画を作れなくなって週1投稿ができなくなってしまいます。もしくは頑張って作ったのに数百再生でとどまっているのを見てこれは未来がないと判断しモチベーションが落ちて投稿しなくなります。これはダイエットとすごく似てます。最初は何かのきっかけでモチベーションが高い状態でジムの契約をします。しかし思ったより痩せないしその過程は大変です。さらに予想外のイベントがあって本来行くべきだったジムをサボってしまいます。1回サボってしまうと二度と戻れなくなります。YouTube も一緒です。1回週1投稿できなくなるとどんどん投稿頻度が落ちてって月1投稿になったり完全に投稿をやめてしまったりします。久しぶりに時間の余裕ができたので投稿してみるんですが思ったより再生されなくてさらにモチベーションが落ちて投稿する気を完全に失ってしまいます。これが9割の初心者が落ちるループです。初心者は決まった時間に投稿することがいかに重要なのか理解してないです。 YouTube は定期的に投稿するアカウントを優遇して露出を増やす傾向があります。しかし質の低い動画を毎日投稿すると逆に嫌われるので高い質のコンテンツを週1回から2回アップロードすることがアルゴリズム的にいいと言われています。そして定期的に投稿することによって視聴者に皆さんのチャンネルを覚えてもらいやすくなります。そうすれば親密度が上がりますよね。しかし不定期にアップロードすると一度視聴者から覚えてもらったチャンネルでも時間が経つと忘れられるので久しぶりに投稿した動画が以前と比べて再生数が桁違いに落ちる傾向があります。そして YouTube で成功するためにはダイエットと同じく習慣化させる必要があります。1回サボってしまうと習慣ができなくなり1回のサボりから永遠のサボりにつながってしまいます。これらの解決策を教えます。まずドパミンという神経伝達物質を理解する必要があります。ドパミンは報酬を要求するときに脳内で分泌されやすくなります。誰もが最初は月20万から30万を広告収益としてもらえて自由に暮らす未来を想像しながらワクワクして始めます。この段階でドパミンが分泌されモチベーションが上がりますがドパミンは一時的なものなのですぐ消えていきモチベーションも徐々に落ちていきます。 SNS でよく見る今伸びるジャンルの話を聞くと同じくモチベーションが上がると思いますがこれも同じ原理です。今自分が運営しているチャンネルがうまくいかないから新しいジャンルに乗り換えようとするとき同じくモチベーションが上がると思いますがこれも実は同じ現象で一時的なものです。継続的に続けていく
くためには一時的なモチベーションに頼るのではなく、自分との約束を守ることに意識を転換しなければいけません。約束を守ることは人として当たり前のことです。約束を守れず言い訳をしたり嘘をついたりする人はたまに見かけますが、そういう人は皆さんは好きですか？厳しく言うと、約束を守らない人は人間関係においても社会においても見捨てられます。他の人との約束を守れる人ならきっと自分との約束も守れるはずです。 YouTube を始めようと決めたら、その瞬間から自分との約束を守ることを専念してください。これが継続していくための最善策です。動画を投稿していくと、これは絶対にバズるだろうと期待する時があると思います。しかし面白いことに、時間をかけて編集したのに再生回数は伸び悩み、適当に投稿した動画がバズることがあります。 YouTube は勘ではなくデータで動くプラットフォームです。多くの初心者は受けそうな動画を作り、再生回数が低ければ運が悪かったと考えます。しかし YouTube スタジオのデータを見れば、問題は運ではなく明確なパターンがあることに気づくはずです。例えばある動画はクリック率が低くてそもそも見られていない。ある動画はクリック率が高いけど視聴維持率が悪い。これらのデータを見れば何を改善したらいいかわかるはずです。初心者の方はこれが面白そうだからやってみようという感覚で次の動画を投稿していきます。ここで最も大事なことを言います。成功している YouTuber は必ずデータを見ます。そして全ての判断と選択は数字で行います。もし皆さんの中でデータの観察や数字の分析が得意な方がいたら YouTube が向いてるかもしれません。もし皆さんの中で YouTube スタジオからデータを見る方法もまだわからない方がいたら、そこが伸びない原因かもしれません。クリック率が低ければサムネとタイトルを変え、視聴維持率が低ければ冒頭と台本の構成を改善する必要があります。バズる動画は決して偶然ではないです。クリック率と視聴維持率がいい動画ほどアルゴリズムがより多くの人にお勧めしてくれます。トップ YouTuber たちは動画を投稿して終わりではなく、データを見て継続的に改善するプロセスを繰り返しています。初心者の方は自分の勘で全てを判断します。 YouTube を勘で運営してはいけないです。重要なことなのでもう一度繰り返します。全ての選択と判断は数字で判断しなければいけません。今回の話をまとめます。 YouTube を始めるとき、この5つを逃すと成功できません。チャンネル設定なしで始めると YouTube は皆さんのチャンネルを認識してくれません。一貫性のない動画をアップロードするとアルゴリズムはチャンネルをおすすめに載せてくれません。サムネイルとタイトルが冒頭とつながっていなければ視聴者は離脱してしまいます。一時的なモチベーションで始めると継続できないので、自分との約束をして定期的に投稿し続けてください。投稿した後は必ずデータを見て改善してください。勘に頼ったら終わります。そしてこの5つをしていて実践しなければ全く意味はありません。5年前の私みたいに毎日投稿して3ヶ月で挫折して痛い思い出で終わります。黒歴史はこちらのライブでアーカイブとして残しているので、気になる方は見てください。自分はアルゴリズムに嫌われるチャンネル運営をしていないだろうか。この質問を自分に投げた瞬間から皆さんの YouTube チャンネルは転換期を向かうと思います。今回の動画は今頑張っている受講生さんに伝えるメッセージでもあり、5年前の私のように自力で頑張っている人たちのための動画でもあります。皆さんの成功は私の成功ですから、一緒に小さなお金持ちになっていきましょう。以上 RKJ ビデオのりょうでした。今回も長い動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。